いやー、最近俺自分スランプでさみたいな。なんか全然最近うまく書けないんだよねみたいな。最近じゃないんだよ。もともと全然うまく書けてないんですよ。いや、これ僕もすごく身に覚えあるので、別に皆さんディスじゃなくて自分の過去に対するディスだと思ってください。もう自分に対して自戒っていうんですかね。まあそうでしたよ。そもそも書いてないし、そもそも見てないし、そもそも勉強してないのにスランプもクソもないんですよ。ただ単にずっと下手だったんですよ。これね、自分に対する自己肯定バイアスってあるじゃないですか。自分が作ったものに対していいんじゃないのっていうふうにね、思い込みたいっていうのはですね、誰もが思うところであって、しかもそれは正常であって、もしもそう思わないのであればですね、本当に人って辛くて生きていけないと思うんですよ。だから自己肯定バイアス全然いいんですよ。自分が作った料理はね、多少まずくても美味しく感じるじゃないですか。丹精込めてですね、頑張って作った、描いた絵はなんかいいんじゃないのってこう思い込みたいやつです。でもね、それやっぱ嘘なんですよ。そんなね、甘くないんですよ、世の中。そんな簡単じゃないのですよ。うまくできてないんですよ。今まで自分についてきた無意識の、虚飾、嘘に気づいた瞬間なんですよ。このスランプですっていうのは。遅かれ早かれいつか気づくんですけど、心の奥底ではなんか気づいてるんですよ。だけどですね、その嘘に自分の中で限界が来た瞬間、これがスランプです。スランプなんて大層なもんじゃないんですよ。今までもかけてなかったんですよ。で、それに気づいちゃったっていうか、嘘つけなくなっちゃってか、もうその嘘に限界が来た瞬間、これがスランプなんですよ。と呼ばれるものであって、それはスランプでも何でもないんです。ただ、大事なことは、やっぱ気づかないより気づいてよかったじゃないのよって話ですよ。これも一歩前進なんです。なんで書けないかっていうと、今までその形書いたことないからなんだよね。で、それを書こうとしたらですよ、めちゃくちゃ大変なんですよ。ね。例えば、服の襟が書けません。その服の資料を見ながらも書けない。だったらもう一回下敷きにして書くしかないだろうし、多分今の10倍どころか無限時間かかるんだよね。でもこれがうまく書けなくて右往左往して調べまくって書いてるこの時間こそが、書けてないものを書けてると思い込んでたこの時間の生産してるタイミングなんですよ。時間なんですよ。これなしに今までの思い込み、勝手に思い込んでた形をまた今日も書いて、いやいやこれでいいはずだ、これでねうまく書けてんだよというですね、思い込みの中にまたどっぷり戻って浸るのか、いやこれは書けてない、もっとちゃんと調べて、こだわって書かなきゃダメだよっていうですね、ほんと自分の脳みそがよじれるようなほど自分の書いたものに対して疑い、もう一回見直し、そしてそれを書く、これ繰り返さない限りですね、うまくならないです。っていうのは人の、認識が、イメージが、そのまま形になったのが絵なんですよね。自分の認識変えない限りね、うまくならないです。で、認識変えるのね、すっげー難しいんですよ。大変なんですよ。例えばですけど、この葉っぱ1枚を描きますと、多分ね、今ここのに映ってる葉っぱのどの形も皆さんが思ってる葉っぱと違うと思うんですよ。葉っぱって言ったらこんなような形を皆さんねイメージするんですよ。しかし葉っぱってこういう形もあるし、こういう形もあるし、この裏から見たらこういう形もあるんだよ。葉っぱだけでもこんだけ無限のねじれた形とかパターンがあるんだ。葉っぱでですよ。人体もそうなんですよ。皆さんが認識してる人体っていうのは、おそらくデク人形みたいな、なんか教本の最初の方に書いてあるやつ。初心者はぐらいからスタートすりゃいいんですよ。っていうのはもうスタートラインの話なんだよ。しかし実際ですね、人がうまいと思ってくれる、自分でも今までより上手くなったと思える、ためにはですね、今までと同じことしてたら上手くなんないんだよね。でそのためには一回ぶっ壊してですね、どんどん再構築するようじゃなければうまくなんないんだよね。とても時間がかかるし、何度も何度も書き直すし、今でこそ僕一発でパンパンパーンとですね、もう結構一発に近いぐらいで割と絵がねパーンって描けるようになってきましたけど、そこになるのに20年間かかってますから、1日最低8時間以上書いて20年かかるんですよ。で、甘くものを見てる人は大体うまくいきません。そんなに世の中甘くないし、現実の絵はそんな甘くないんで、
人に認められよう、うまい感じの絵描こう、そしてこれからなんか絵で食っていこうとかっていう趣味で楽しむ分には何でもありなんで、全然 OK です。それは置いといての話です。はい。実際問題、大事なことってさ、自分の程度がやっぱ分かってるか分かってないかっていうのが超絶重要なんですよ。